こんにちは、ハルトです。ナイニナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。デジタルマーケティングの世界は日進化しており、最新の知識とスキルが求められています。一冊目に読みたいデジタルマーケティングの教科書、なるほどドカイツは、そんな変化の激しいデジタル時代に最初の一部を踏み出す人々のために書かれた一冊です。著者新規検体は軽薄な現場経験と体系的な知識をもとに複雑に思われがちなデジタルマーケティングの基本をイラストや図解を多用しながら分かりやすく解説しています。ビジネスの現場まで役立つ事件的なノウハウはもちろん、初心者がつまずきやすいポイントやマーケターとして持つべき視点も丁寧に紹介されています。ウェブ広告、SEO、SNS 運用、データ分析など今日のマーケティング活動で欠かせない技術について難しい用語や専門知識を噛み砕いて説明しているため、これから学んでいきたいという方にも最適です。また最新のトレンドにも触れており、今すぐ現場まで使える知識もしっかり身につきます。この本を最初に手に取ることで基礎力と現場感覚の両方を思い、自信を持ってデジタルマーケティングの世界に飛び込むことができるでしょう。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、デジタルマーケティングとは何か。本書の最初のトピックはデジタルマーケティングの全体像について解説することから始まります。デジタルマーケティングとは、インターネットやスマートフォン、SNS などのデジタル技術を活用して商品やサービスをプロモーションし、顧客との接点を作る手法の総称です。従来のマスメディア広告と異なり、ターゲットを明確に設定し、個別に最適な情報を届けることができる特徴があり、現代のビジネスでは欠かせない存在になっています。また、ウェブサイトや EC サイト、SNS 投稿、メールマーケティングなど多岐にわたる施策が統合的に活用されるため、それぞれの基本と相互関係を理解する必要があります。さらに、リアルタイムで効果測定ができ、PDCA サイクルを高速で回すことができることもデジタルマーケティングの大きな利点です。この章では、現代マーケティングの変遷やデジタルツールの発展についても触れつつ、なぜ今デジタルマーケティングが重要なのか、その背景から理解を深めることができます。読者はデジタルマーケティングという漠然としたイメージを具体的に捉え直すことができ、これから学ぶべき範囲を明確にできます。次に、デジタル広告と SNS 運用の基本。デジタルマーケティングの中心的な施策として、ウェブ広告と SNS 運用があります。このトピックでは、リスティング広告やディスプレイ広告、動画広告といった主要なデジタル広告の種類と特徴、その配信手法について詳しく解説しています。ターゲティングの考え方や KPI 設計、効果的な広告文、クリエイティブの作成方法など、成果に直接するノウハウも満載です。また、Facebook や Instagram、Twitter など主要 SNS ごとの違いや、それぞれの特性に合った運用戦略についても解説されています。SNS は拡散力が高く、顧客と直接コミュニケーションができるため、現代マーケティングにとってなくてはならないチャンネルです。炎上リスクや運用ルール作りのポイントなど、初心者がピン落としやすい注意点も丁寧に説明されています。この章を読み終えることで、デジタル広告と SNS をどう組み合わせて活用するべきか、明確なイメージを持つことができるでしょう。さらに、SEO とコンテンツマーケティング、デジタルマーケティングの根幹をなすのが SEO とコンテンツマーケティングです。本書では、まず SEO の基礎となる検索エンジンの仕組みから始まり、キーワード選定、内部、外部対策、コンテンツ最適化までを分かりやすく解説します。SEO は成果が見えるまでに時間がかかる、変動が寂しいといった特徴があり、正しい理解とチートな運用が不可欠です。また、ユーザーに求められる情報を提供し、信頼を得るコンテンツマーケティングの考え方や、良質なコンテンツを作成するノウハウ、コンテンツの拡散戦略についても実力を教えながら紹介しています。その他、オウンドメディアの立ち上げや運用法、情報設計、
ストーリーテリングなど初心者が最初に身につけておきたい時間手テクニックが数多く掲載されています。これにより単なるアクセス増加ではなく、ビジネス成果につなげる思考法が身につきます。そしてデータ分析と KPI 設計、デジタルマーケティングでは施策の効果を数値で管理・評価し、継続的に改善していくことが重要です。そこで本書ではデータ分析の基礎から Google アナリティクスなど主要な分析ツールの使い方、レポート作成のポイントまでを詳しく解説しています。ただ、数値を見るだけでなく、目的と指標を連動させ、KPI をどう設計すればいいのか、その理論と時間をステップごとに説明。AB テストや CRO、コンバージョン量、最適化、ユーザー行動分析など、マーケティング成果に不可欠な分析手法も豊富に紹介されています。特に、大量のデータにどう向き合えばいいかわからないという初心者の悩みに寄り添い、現場で使えるデータの見極め方や優先順位付けのコツも掲載。これを読むことで、データに基づいたアクションプランを自信を持って立てられるようになります。最後に、これからのデジタルマーケターに求められるスキルと視点。継続に変化するマーケティングの現場まで成果を上げるためには、単なる知識の習得にとどまらず、変化に対応する力や問題解決力が求められます。本書の最後のトピックでは、今後のデジタルマーケターに必要なリテラシー、論理観、コミュニケーション能力について解説しています。例えば、個人情報保護をはじめとする法規制の理解、時代や技術トレンドの読み取り、クロスファンクションでのチームワーク、クリエイティブ思考など、時間に欠かせない地下をケーススタディも教えて学べます。また、一生使えるマーケターの視点とは何かについても深く掘り下げており、最新のツールや手法に流されず、本質的な価値を見極めて行動できる人材になるためのマインドセットを読まうことができます。結論として、1冊目に読みたいデジタルマーケティングの教科書、なるほどドカイツナは、デジタルマーケティングの勉強をこれから始めたいと考えるビジネスパーソンや学生、転職やキャリアアップを目指す人に最適な一冊です。また、現場までの経験がまだ浅い若手マーケターやデジタル領域へ業務を広げたい広報担当者、経営層などにも役立つ内容が詰まっています。その理由は、専門用語や最新トレンドを丁寧に噛み砕いて解説し、ドカイツやイラストで、なるほどと直感的に理解できる構成になっているためです。この本を読むことで、デジタル施策の全体像を体系的に把握でき、今日から実験できる確かな基礎力が身につきます。さらに、現場までよくある悩みや落とし穴、変化の早い業界で必要とされるマインドセットにも触れられており、表面的な知識にとどまらない本質的な理解が得られます。たくさんのデジタルマーケティング解説本がある中で、本書を最初に選ぶべき理由は、誰もがつまずきやすいポイントに寄り添った優しい編集方針と劇事件で使える具体的なノウハウが両立されている点にあります。デジタル活用が欠かせない現在、知識ゼロからでも迷わず一部を踏み出したいなら、まずはこの一冊を添いに取ることをお勧めします。ご支援いただける場合は、新規見題、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。ロゴの感想をぜひお聞かせください。それではまた。